どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、引き続き、ワノ国編の終盤予想、第2弾です。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただしこうした非公式の考察を知ることによって、ワンピース本編を読む楽しみが損なわれると感じる方は、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。行きましょう。まず前回、こちらの動画では、ワノ国編の終盤予想を考えました。その続きを少し考えたいです。今回考えたいポイントは、1年以上言い続けている鬼ヶ島とスリラーバークの表裏一体です。スリラーバークでオーズとモリアを倒した麦わらの一味は、当時の七部会バーソロミュークマとも出会っています。このことから、こちらの動画でも考えたように、スリラーバークの終わりにバーソロミュークマが現れたなら、鬼ヶ島の終わりには戦闘丸が来る。さらに天才科学者ベガパンクも来る。そして完成版パシフィスタも来るかもしれません。ワノ国編では何度もベガパンク関連の話と海軍 SSG の話が登場していますから、ワノ国編の最後にベガパンクや SSG が現れても不思議ではありません。海軍 SSG とは海軍の特殊科学班の名称で、 SSG の正式名称はそのまま特殊科学班という意味のスペシャルサイエンスグループでしょうか。海軍に所属するベガパンクはおそらくこの SSG の所長でしょう。現在ワノ国編が行われている裏では世界情勢が大きく変わったと藤虎一将は言っていました。それは七部会の撤廃です。七部会とは政府公認で略奪を許された海賊の称号で、その役割は近隣の海賊たちの威圧ともう一つ四皇を食い止める力であるとガープが話していました。四皇、海軍本部、七部会、この三大勢力によって世界はバランスを保っていると。しかし、そんな重要な七部会を海軍は撤廃してしまいました。その理由がおそらく SSG です。藤虎一将は、あとは SSG を信じやしょうや。きっと世界の勢力図は大きく変わる。と言っており、海軍ブランニューも同じことを言っていました。つまり、ベガパンクは七部会なんていらないほどの強大な力、とんでもないものを開発したと。それはおそらくこちらの動画で考えた完成版パシフィスタでしょう。しかし本当にそれだけでしょうか。ベガパンクは500年先を行く頭脳を持っていると言われている男です。ワンピースの世界はおそらく現実の大航海時代、つまり1600年あたりがモデルだと思われますが、ここに単純に500年足すと2100年。つまりベガパンクは現代2021年の科学よりも80年先を行く。それほどの男を抱えているあの世界には明らかに足りない技術があります。それは飛行機です。世界が4つに分断されたあの世界において飛行機、空挺は必須でしょう。もちろん個人では空を移動していますが、大量の完成版パシフィスタを積んで移動する空母、空中戦艦が必要ではないでしょうか。ここでカイドウのセリフを見ていきましょう。カイドウは鬼ヶ島での戦いの後、ビッグマムと手を組んで世界政府に戦争を仕掛けようとしていますが、そこでカイドウは、このワノ国は海軍も世界政府でも容易に手が出せねえ。滝に囲まれた天然の要塞。と言っていました。つまりこれは逆に、ワノ国は空からなら攻略可能です。そして四皇を止めるための抑止力だった七部会の代わりが海軍 SSG ならば、海軍とビッグマムの四皇同盟、ロックスの再来を放っておかないでしょう。鬼ヶ島には海軍特殊機密部隊、ソードの隊長、ドレークもいますし、カイドウとビッグマムを叩くなら今でしょう。つまりロボット兵、完成版パシフィスタを積んだ海軍 SSG の空中戦艦がワノ国にやってくると。そんなベガパンクが登場するかもしれない話数の語呂合わせは、もちろん、天才。天才。1031話です。それは天才であり、天才。空中戦艦に乗ったベガパンク。そんな可能性です。が、957話で海軍元帥である赤犬杯は、ワノ国は放置じゃ。そこに作戦力はうちにはあらせんので、戦国さん。と言っていました。このことから、ワノ国に海軍は関与しなそうですが、同じく957話の最後では元元帥である戦国が杯に、大物たちはなぜこうもワノ国に関わるのか、私にはとても偶然とは思えんのだが杯と言っており、ここでの杯は無言で考えていました。このやりとりの後、杯が考えを変えてワノ国に戦力を割く可能性があるのではないでしょうか。ちなみに杯や戦国のワノ国の話や海軍 SSG の話が登場した957話の扉絵は、空を飛べそうなアヒルの船でした。そしてロボット兵と空中戦艦といえば、やはり考えたいのは天空の城ラピュタでしょう。小田先生は子供の頃に好きだったものを作中に反映させていると公言しています。そんな小田先生と僕は同世代ですが、僕が最も子供の頃に興奮したものが天空の城ラピュタです。
実はこの天空の城ラピュタのモチーフはすでに作中で何度か表現されています。それはもちろん空島です。さらにこちらの語呂合わせサイトでラピュタを語呂合わせするとラピュタ643話になるようです。ルフィのおかげで空島にノーランドの黄金の鐘を確認した猿山連合軍が幻の島ナクロワを探す旅に出かけており、それは幻の天空の城ラピュタを探す旅に出たパズーたちのようです。脱線しましたが、そんな天空の城ラピュタにはラピュタ探索のために派遣した政府軍の空中戦艦が登場しています。その名はゴリアテ。ゴリアテとは英語ではゴライアスとも言い、それは旧約聖書に登場する巨人兵の名前です。このゴリアテのような巨大な空中戦艦をベガパンクが建造した可能性はないでしょうか。この可能性はワノ国編とつながる空島の空飛ぶ箱舟マクシムや、こちらの動画で考えた魚人島先取り説の空を飛んだ箱舟ノア、この2つの空飛ぶ船から空中戦艦が示唆されているかもしれません。ちなみにラピュタの空中戦艦ゴリアテはラピュタ城が潜む低気圧の渦竜の巣へ突入しましたが、もしも海軍 SSG が空中戦艦を建造したなら、竜であるカイドウが住む浮遊するワノ国の鬼ヶ島に到達するのでしょうか。もしもそんなものが登場するなら、その空中戦艦は海軍のものですから、おそらく水空両用の戦艦でしょう。そして名前までも考えるなら、それはもしかすると空でしょうか。世界経済新聞に掲載されていた夢の巨大ロボが登場する絵物語海の戦士空から取って名付けた空母です。空とは海の上を歩けるヒーローで、合体ロボとカモメを従えて悪の軍団と戦うと言います。このロボが完成版パシフィスタのイメージで、カモメは海軍、空を飛べるイメージでしょうか。さらに海の上を歩けるとは水空両用のイメージというのはどうでしょうか。まとめましょう。天才ベガパンクとは天才でもあり、それは海軍 SSG の所長だと考えてみました。そして鬼ヶ島とスリラーバーグの表裏一体から、完成版パシフィスタはもちろん、それを搭載した空中戦艦がワノ国にやってくるかもとも考えました。そんな空中戦艦は水空両用であり、その名前は空。人造人間パシフィスタを搭載する空母艦空だと考えます。それはベガパンクと共に研究していたジャッジの妻であり、人造人間の母親ビンスモーク空のイメージとつながると、つまり空母です。そんな空母の語呂合わせは空母。954は竜に翼を得たるごとし、扉絵は水陸両用ベッジの船。しかしこの船はレッドラインを越えられないが、空母空中戦艦空なら越えられる。以上です。今回はかなり飛躍した考察となってしまいました。空耳レベルで聞いておいてください。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。